ツバチの重箱式巣箱の、継ぎ箱作りというのをやっていきます。こういう単なる四角い箱なんですけども、四角い箱っていうのは基本的にいろんなそのものづくりの中でも基本的な形だと思うんですけど、やってみると意外と難しいです。適当に作るとやっぱりガタピシガタピシして、重なっていくような形が取れなくなる場合もありますから、基本通りきちっと角を90度にうまく作っていきたいなと思います。じゃあこの短い板と長い板、これを組み合わせて正方形の、内寸が23センチです。これぐらいの大きさが一番いいと思いますね。あまりこの内径が大きいと、蜜がいっぱい溜まっていいんじゃないかと思うかもしれませんが、あまり欲張りすぎると巣落ちって言って温度が高い時などに巣が柔らかくなった時にストーンと下に巣が落ちて、で蜂が逃げてっちゃうっていうことがよく起きますので、23センチぐらいが、私の経験上一番こうある程度量が取れて巣が落ちにくいっていう両方のちょうどいいバランスじゃないかなと思います。で、ただ単にこれでどんどん国を取っちゃえばいいと思うかもしれませんが、やはりきちんと寸法を出していきたいと思いますので、こういうジグを使います。で、箱基本的に木の裏と表っていうのがあるんですけど、木裏というのを外に向けます。木裏っていうのはこの木面こうあると思うんですが、年輪がね、こういう状態の中心側が木裏って言いますね。でこっちが表です。こっちが裏ですね。で基本的に湿度を含んだ時に木はこういう反り方をするんですね。その方が、箱の形を保ちやすいということになりますよね。外が開くのに抵抗する力っていうのは意外と難しいんですが、両脇が収まっていて真ん中が浮くっていうのに対してはある程度の力で抑えられることができますから、基本的に木裏を外に向けるということは昔から言われてるんですけどね。それが実際どれほどの効果があるのかは分かりませんけども、基本的にはそういう考えで箱を作っていきます。じゃあ、木裏の中心側が木裏、これを外に木裏を外に軽く仮締めしております。もう一つジグを使います。45ミリのコーススレッドのスリムタイプです。でこのスリムタイプでしたら、ドリルで前穴を掘っておく必要がないんで、それで割れません。これで十分です。木裏をちゃんと合わせていけばスリムビスでも十分その力に抵抗できます。これドリルで下穴開けるっていうのは結構面倒くさくて時間もかかるんで、なるべくからは一発でできこれで正確な四角ができました。四角いマスができましたね。で、ビスオス1っていうのは、私はこんな感じで売ってます。外側に2本ずつですね。
真ん中は打たなくていいと思うんです。というのは水が溜まってくると中がこの内側にすごい湿気が加わってくるんですね。で湿気が内側に加わってくるとこういうそっくり返りの力が働いてきますから、いくら木裏を表にしたとしてもそれ以上に木は外にそっくり返りますから、それを止めるのはやはり外側に重点的にビスを打っておきたいということですね。真ん中は常に接している状態であると思います。基本的には外がそれですから外側を重点的に2本のビスを止めるということですね。こんなスリムビスで細いんですけど、外側に重点的に2本打っておけば大丈夫だと思います。で下穴開ける必要もないので楽ですよね。でこれでどんどん数を作っていく。で一応ビス止めしたこの四角な枠なんですけども、やはり、板の幅が1ミリ程度、規格品ですけどもある程度適当なところがありますので、それを調整します。観察してということで、その数にですね何枚かこう重ねるんですけども、重なっているうちの間にですね窓があれば時々窓を開けて観察するということが可能になりますね。観察して巣の状態を常に把握しておけば、次どういう行動をとったらいいかってことが分かると思いますので、窓はあった方がいいです。必要ですね。で窓を作るのはいろいろなやり方があると思うんですけど、結構面倒くさいんで私は一番簡単な方法でやります。